さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は、2021年私の動画で良かったものランキングです。いやいやあんたもう2022年になってるけど、いやそれが年内は大掃除とかに追われて作れなかったんですよね。なので今回は、新年一発目ではあるんですが、昨年の私が買って良かったものランキングを作ったので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。こんな新年一発目ですが、もしランキングが面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。第10位。第10位はこちらです。秋葉原に福袋を買いに行けなかったから羨ましすぎてジャンクの34型ウルトラワイドゲーミングモニターをハードオフのジャンクで買ってみたらチャンネル史上最高額のジャンク品だった LG34GL750B になります。いやタイトル長すぎでしょ。はい、こちらは昨年のほぼ一発目みたいなものの動画だったんですが、ハードオフで2万2000円で見つけた34型のウルトラワイドのゲーミングモニターですね。何よりも大きい。とにかく大きいモニターで、すごい使いやすいモニターだったんですよね。ちなみにジャンクということで、モニターの下の部分に線が入ってしまってるんですが、まあ正直あまり気にならなかったので、このジャンク品はなかなか良かったかなと思いました。これで一時期エイペックスとかゲーム配信とかも色々やってたわよね。ですね、このウルトラワイドだとかなり広範囲に見えたりしてたので、よく使っていたのですが、ある日を境にパタッと使うのをやめたんですよね。なんで使いやすいのにやめたの？それはですね、ゲーム配信のためです。なんでどういうこと？ウルトラワイドモニターだと重央の比率が21対9になるんですよね。普段皆さんが使われてるモニターって大体が16対9のものが多いと思うんですよ。そうするとこのモニターで配信すると上下に黒枠が出ちゃうんですね。それが私的に嫌だったのでやめちゃいました。ゲームはしやすいけど見てる人には、って感じね。配信とかしなければ全然いいとは思います。まあウルトラワイドで配信してる方もいるから一概にダメとは言いませんが、私はそれを理由に使うのをやめました。まあその辺は人それぞれよね。ただ物としてはすごい良かったですよ。ということで次行ってみましょう。第9位。第9位はこちらの、ジャンクハードオフで購入した GTX1070Ti をトースターで焼いてみた。果たして動くのか？自作パソコンになります。こちらはハードオフでジャンクで購入した 1070Ti だったんですが、マノコード43かと思ったんですが、まさかの補助電源からの電力供給ができていないグラボだったんですが、やっぱりマノコード43グラボでしたね。どうやって修理しようか悩んだ結果、とりあえずトースターで焼いてみようと、修理に挑戦した動画でした。確かこの頃にメインで使ってるグラボって、確か、この頃は GTX1070 を使っていたので、メインよりもスペックの高いこのグラボをなんとしても直したいと思ってましたね。ヒートガンで炙ったり、トースターで焼いたりとしたんですが、結果としては直らなかったんですよね。ただ後日このグラボ、何もしてないのに直っちゃったんですよね。ああそんなこともあったわね。ということでなんで直ったかわからなかったこちらの GTX1070Ti が9位でした。シュラララ。第8位。第8位は、超軽量 80g ロジクールの G Pro をハードオフで購入したので使ってみたらやっぱり最高だった件 GPPD にワイヤレスになります。こちらはロジクールの最高峰マウスを中古ではあったんですが、購入してみたらやっぱり良かったって話ですね。てかマウス持ちすぎじゃない？右手は1本しかないんですが、マウスはここでだけで5個は映ってますね。ちなみにあれから他にもマウスを買ってるので、多分10個近くあるんじゃないかなと思います。いやありすぎでしょ。こちらは中古で6000円で購入しました。この後、動画にはしてないんですが、実はリニューアルバージョンの G Pro も購入しており、そちらをメインで使用しています。で、この動画で映ってる G Pro は現在検証機やサブパソコンで使ってるんですが、80g の軽さは疲れにくいのでとても良いかなと思ってます。特にゲームを長時間やってても疲れにくいっていうのは、やっぱり長所なんじゃないかなと思っています。もちろん普段使いでも重いとだんだん右手が辛くなってきますが、このマウスだとあまりそれを感じないかなと思いました。まあマウスとかキーボードとかのデバイス系は、好みがあるので一つの参考程度に見ていただけると。では次行ってみましょう。第7位。第7位はこちら。ジャンクハードオフで新品の3分の1の値段で購入した IO データの GVHDREC というノイズだらけのキャプチャーボードを購入。果たして自作パソコンになります。こちらは割と使ってる人が多いキャプチャーボードかと思うんですが、新品1万2000円ぐらいが4400円という破格で売っていたので、速攻で買ってしまったお話でした。で、ジャンク理由でノイズが乗るということだったんですが、特に映像にノイズが乗ることがなく、
録画した映像も特に問題がなかったんですよね。強いて言えば、設定で 720p になってたから、それがノイズ判定されてた感じはありますね。これは本当にラッキージャンクだったわね。ですね。今でも検証用に使っているのでかなり重宝してます。ということで第7位はこちらのキャプチャーボードでした。では次行ってみましょう。第6位。第6位はこちら。M.2SSD ガチャ楽天で約1万円で買ったバルク品の M.2SSD ガチャを買ってみた結果、闇を垣間見たが光もあった自作パソコンになります。こちらは楽天で販売されていた M.2SSD ガチャだったんですが、メーカー指定不可で6社ぐらいからのガチャだったんですが、見事サムスンの M.2 をゲットできました。ただ、この M.2 がなんと、中古品だったんですね。バルク品として売られていたのに使用された形跡があった M.2 だったわね。まあただ状況を買ったところに問い合わせたところ、まさかの3割引きで対応してくれてたのでよかったですね。でもなら最初からバルク品として出しちゃ。まあ私としては7700円で買えたと考えたらラッキーでしたけどね。お気楽なあんたでよかったわね。いやー、それほどでも。褒めてない。では次行ってみましょう。シュラララ。第5位。第5位はこちら。中古相場の半額ハードオフで購入したジャンクのハイエンドのグラフィックボード、GTX1080 を購入、マイニングの波に乗れるのか、自作パソコン、になります。こちらは先ほど紹介した 1070Ti の後すぐにハードオフで見つけた GTX1080 になります。こちらもジャンクで発見したんですが、ジャンクで1万5000円だったんですよね。ジャンクとしては高いし、買う前に動作確認もできないので、ギャンブル要素もあったんですが、ジャンク理由が、映像出力ありとファンが回らないだったので、これはワンチャンあるなと思って購入しました。今でもそうだけど、グラボの高騰化が進んでた時だったから、1080が1万5000円は相場的にはかなり安かったわよね。ですね。しかも結果セミファンレスっていうだけで何の問題もなかったので、この後しばらくメイングラボとして使っていましたね。去年だけで一体グラボが何回変わったのか。それは、次行ってみましょう。あ、無視するな。第4位。第4位はこちら。ジャンクインテルコア i7-9700K を救いたい。自作パソコンになります。こちらはネットで買った i7-9700K を何としても使いたくて、色々と検証をした動画になります。確かこの動画の前に Z370 とのジャンク同士の動作確認をしていたわよね。そうですね。さすがにジャンク同士だったってのもあって、色々と前途多難なところもありましたが、対応マザーにしても CPU にしても他に持ってなかったので、このジャンク同士だけでなんとかしようとしてましたね。まあ結果として、ある条件下では普通に使えるので、今はサブ検証用として使用しています。なんだかんだ普通に使えてるから、これも結構なラッキージャンクだったわよね。値段を考えればかなり良かったかなとは思います。それでは続いて上位3位に行ってみたいと思います。一体何がランクインしてるのか楽しみね。第3位。第3位はこちら。AMD Zen 3 Ryzen 7 5800X と Radeon RX 6700XT を使ってベンチ検証、サムも試してみた自作パソコンになります。6700XT に関しては発売日に購入して使用してたんですが、メイン CPU はここで 1600AF からかなりのスペックアップをしました。今でもこの CPU をメインパソコンとして使用しています。6700XT といい、CPU といい、かなり散財してたわよね。そうですね。私の使用用途だとこのぐらいは必要かなと思って購入したんですが、出費はかなり厳しかったですね。まあでもその分かなり色々と便利になったのは事実です。AMD 同士の組み合わせっていうのも見たかったので、私的にはかなり色々と勉強になった動画ですね。さてそれでは続いて第2位行ってみましょう。シュラララ。第2位。こちらが2位となります。新品約半額、MSI の MEG B550 ユニファイを購入、中身が想像以上にすごかった。自作パソコン、になります。こちらはドスパラさんで購入したんですが、約1万7500円で購入した中古品になります。ただ、中古品と言えないくらい綺麗な一品で、むしろ新品、っていうぐらいのマザーボードでした。これ買うとき店員さんも綺麗すぎてびっくりしてたもんね。です。先ほどの CPU と組み合わせて、このマザーボードで現在のメインパソコンは構成されています。こちらのマザーボードは質実合金をモチーフに、黒を基調にした漆黒のマザーボードなので、かなりかっこいいんですよね。ピカピカ光るマザーもいいけど、こういうマザーボードもいいわよね。割とどんなケースにも合うんじゃないかなと思います。また B550 ということもあり、X570 を超える部分も多いマザーボードなので、
新しい AMD の CPU が出るまではかなり重宝するかと思います。次世代はソケットも変わるみたいだしね。では最後、1位の発表に行きましょう。第1位。2021年シュラウドが買ってよかったものランキング。第1位はこちらになります。ロマン前回 GeForce RTX 3070Ti ゲームロック OC を購入したので RX6700XT を比較してみたパリッと自作パソコンになります。あんたこれって、はい、チャンネル史上最大の買い物になります。こちらは12万円ぐらいするグラボとなるんですが、見た目と性能を目的に購入しました。この時に 6700XT と比べてみたんですが、スコア的にはかなり上がっており、現在は先ほどの B550 ユニファイト 5800X と組み合わせてメインパソコンとして運用しています。これは本当に高かったわね。グラボ高騰というのもありますが、一つのパーツで10万円超えはちょっと恐ろしすぎますね。まあたださすがというべきか、値段に見合った性能は出してくれているかなと思います。まあむしろ 100% 使えてる気はしませんが。ということで栄えある1位は RTX 3070Ti となりました。ということで今回は、2021年買ってよかったものランキングでした。相場から見たらすごいお買い得なものから、10万超えのものまですごかったわね。まあそうですね。ということで新年一発目ではありましたが、また今年も様々な動画を出していきたいと思っておりますので、ぜひ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、私のセリフ取られた。ということで、ご視聴ありがとうございました。